というわけで、私も皆さんと同じようにですね。わかりましたよ、ももかちゃん。任せてください。いいですよね、プロデューサーさん。もちろんです。なぜなら、おはようございます。おはようございます、京子ちゃん。ゆかさん、ももかちゃん、プロデューサーさんもお疲れ様です。おはようございます、京子さん。さて、となると残りは。あら、聞きました？アンドレさん、残りですってよ。悲しいですわね、トリスメ。スメルギさん？トリスメギストスですわ、アンドレさん。似たようなものですわよ、おほほ。シキさんにフレデリカさん、あなたたちまだそのお遊びを？とっとと打ち合わせ始めますよ。シキさん、フレデリカさん、ほらほら、席に着く。怒られてやんの、にゃはは。いやー、これは愛だよ、愛のある指導。それで一体今日は何の打ち合わせですか？フレちゃんのバースデーパーティーに集まってくれてどもども。じゃあ、うちに食べかけのピザあるからあげるね。わお、ありがとう。みんな、フレちゃんへのプレゼントは次から残り物のピザ以上だと嬉しいな。なるほど、誕生日って、いやいや、誕生日ではないでしょう。今日はそんな話をしたいわけではなくてですね、みんなに集まってもらったのはイベントに出るためなんです。イベントですか？このメンバーで集まったってことは、それってもしかして。そう、イベントで歌うのは明日また会えるよねです。収録打ち上げパーティーがつい昨日のように感じますわね。お嬢様、アンドレは忘れておりませんわ。ですわですわ。黙らっしゃい。もう楽しかったですよね、ももかちゃんのお宅にお邪魔して。ですね。でも今回はレコーディングでも打ち上げでもありません。来たるイベントに向けてきっちりハードなレッスンをしますよ。あら、桃花お嬢様にハードなレッスンなど似合いませんわ。そう、似合いませんわ。言い切っちゃうの？ですから決めたのです。何があっても皆さんと共に頑張り抜くと。だからゆかさんにお願いしました。できますよ、ももかちゃんなら。わかった。つまりどういうことかな？わかんない。つまり特訓です。つまり修行です。先生、しきちゃんもう帰っていいですか？はい、そろそろプロデューサーさんから説明してもらいましょう。はい、どうぞ。修行って合宿のことなんですね。わかりました。これからよろしくお願いします。しかも私の師範の知人に頼みましたから、今回はすごいことになりますよ。私の覚悟がお分かりになりまして。ねえねえ、フレちゃん、合宿先ってピザ届くかな？
あたしマルガリータがいいな。って話を聞きなさい。本当に大丈夫なのかな。そういえば期間限定とはいえユニットでライブに出るんですよね。ユニットの名前とか考えないといけないんじゃないですか？そうですわ。できれば私たちらしく華やかな名前がいいですわね。あと乙女っぽいやつがいいです。いい感じの。どんなのがいいかな。お花に例えるとか、ももかちゃんとかだからバラかな。ならラ・ロズレって感じ。ロズレ？どういう意味ですの？お嬢様、バラ園という意味でございますわ。なんか知ってた？なるほど。アイドルがバラならここはバラ園みたいですもんね。悪くないですね。四季さんの知識もなかなか侮れませんわ。いかがですの？プロデューサーちゃま。では決まりです。皆さんこれから全力で気合を入れてバリバリ本気出して頂点を目指しましょう。ゆかさん、可愛らしさも大事にいきましょうね。そうですね。では改めてみんなで頑張ろうね。オッケー。みんな足腰は温まってきましたか？もうちょっとですからね。ゆかさん、それと同じ言葉を30分前にも聞いた気がするんですけど。その30分前にも聞きましたわよ。何なのです？この森にこの山道は。何なのですと言われても山道ですとしか。でもゆかさん、こんな険しい道の先に合宿地があるんですか？ええ、もう少し。ほら、特訓はもう始まっているんですよ。この山道によって。そんな。まだ着かないんですの？もう30分は経ったと思いますけれど。もうちょっともうちょっと楽しんでいきましょう。そういえば四季さんとフレデリカさんは？そういえばいつの間にかいませんわね。先に行ってしまったか、もしくはものすごく遅れているか、あるいはどこかで遊んでいるかでしょうね、きっと。正解が一つしか見えないような気がしますね。あれ？景色が変わってきましたね。だいぶ歩いたからかな。本当にもうそろそろ着くのかしら。みんな頑張ってください。近くまで来てますよ。着いたら楽しい合宿生活が待っています。ゆかさんがそういうのでしたら、この私ももう少しだけ頑張ろうと思いますわ。そういえば今回ってリーダーはどうするんですか？ユニット名は決めたけど
そのあたりは特に打ち合わせしないでここまで来ちゃったような。そういうものってやっぱり決めるんですか？多分そんなもの最初から決まっていますわ。そうですよね。ゆかさんです。そうそう、ももかちゃん頑張って。って私なんでですか？決まっていますわ。今回の5人の中で最も強い信念を持っているからです。私よりも。だからリーダーにふさわしいんですわ。そうですね、ゆかさんが合宿しようって言ってくれたからみんなはここにいるんですから。そうですか？私がリーダーなんか照れますね。目的地が見えてきましたよ。ようやくですの。頼もー。だからゆかさん、それじゃ道場破りですって。ついついこういう建物だと声を上げてしまって。ここが合宿の場所ですの？お寺ですか？そうです。師範の知人の方がやっているお寺で修行をさせてもらうんですよ。ここの方かしら。お手柔らかにお願いしますわ。古めかしい建物ですのね。ここが修行の舞台。ももかちゃん、やっほー。修行モードになってる？やっぱりなんかここ変な匂いするね。古いっていうか懐かしい感じがする。あら、フレデリカさんにシキさんもうついてらしたの？姿が見えないからどこかで道草でも食べていらっしゃるのかと。ももかちゃんたちが着くのずっと待ってたんだよ。1時間くらいお昼寝しながらね。夢の中で待ってた。それは待ってないのではありませんこと？そんなことよりもあの1時間以上かかる険しい山道をそんなに早く越えてきたというんですの？そうそう、山道歩いた階段だけどね。駐車場から参道の階段を10分くらい歩いただけじゃない？参道？ああ、みんな裏山までぐるーっと回ってから歩いてきたのかな。さすが修行、気合入ってるね。えらいえらい、褒めてあげよう。世の中には知りたくないことがあるものですわね。私、今この瞬間にまた一つ大人になりましたわ。人間いくつになっても学びはあるもんだよね。とにかく私はここに修行しに来たのです。どんな試練でも乗り越えてみせますわ。そう、それさ、気になってたんだよね。なんで桃花お嬢様ともあろうものがわざわざ修行なんてするの？私、その思考のロジックに興味あるな。そういえばそうだよね。お嬢様が汗水垂らして修行なんて似合わないよね。ステージだったら私たちお姉ちゃんズがちゃんと作ってあげるよ。お嬢様は出番までお茶でも飲みながら優雅に待ってればいいのに。それでは私嫌なのです。ももかちゃん？シキさんもフレデリカさんも
そうやって普段は適当にしているじゃありませんか。けどアイドルとしては何でもやればできてしまうのでしょ。京子さんとゆかさんはしっかりしていて、アイドルとしてもちゃんと努力を積み重ねて、できないことをそのままにはしない方々です。でも私はどちらでもありません。ももかちゃん。いつでも優が誰と教えられて、どんな時でも余裕のある桜井桃香を演じるのは得意ですわ。でもそのせいで何かを得られないとしたら嫌なのです。面白いね、ももかちゃん。あたし、ももかちゃんのこと初めて本気で面白いと思った。なんですの？人がこんなに真面目な話をしたというのに茶化して。茶化してない。あたしはそういう本気の人が見たいの。つまらない人に興味ないの。自分に嘘つくなら本気でついてほしいの。誰かさんみたいにね。そんだけ。四季さん、あなたなりのエールだと思ってその言葉受け取っておきますわ。きっとみんな素直なももかちゃんが好きだと思うな。もちろんあたしもしきちゃんもね。そうですわよね。せめて皆さんの前では頑張ります。そうそう、一緒に頑張ろうね。はい。しきちゃんは飽きました。早いって四季さん、まだ修行始まったばかりだよ。掃除を通じて奉仕の精神を学び、体力をつけましょう。お坊さんが言ってたね。非効率的すぎるでしょ。ロボット掃除機でも走らせておけばいいじゃんね。ちょっとは面白いと思ったんだけどさ、寺で修行って今までにない体験だし、ノスタルジックな記憶が海馬の奥底にあった気もしたし。でもルーチンワークすぎるよね。何？雑巾で廊下を拭きましょうって。それってアイドルとして成長するわけ？まあ直接じゃないかもしれないけど、きっと何かの経験になるかもしれないですし。論理的な関係性が見出せません。先生、京子先生。そもそもさ、掃除って必要なの？私そこに意義を見出せないんだけど。ああ、これ普段の話ね。今なんて言いました？掃除って必要なのって。必要に決まってるじゃないですか。四季さん、掃除しなかったら大変ですよ。え？何か？掃除っていうのはですね、一言で言えば愛なんですよ。説明します。正座して聞いてください。いいですか？そもそもお待たせしましたわ。あら？どうなさったの？掃除、大切、整理整頓、大事。何があったというのです？式、掃除します。ピポーピポー。ウィーン。四季さん、まるでロボットのように。どちらへ？ちょっと熱く語りすぎちゃいました。京子さん？お掃
掃除は大切なんですよっていうことを優しく丁寧に説明してあげたんです。はあ、そうですの。それにしても修行の一環とはいえ、どうしてこの私がお寺の廊下を雑巾がけなど。四季さんと同じこと言ってますね。そうですの？四季さんはわかりませんけれど、私、家では使用人たちが掃除をしてくれるものですから、あまりこういう経験はないのです。へえ、そうなんだ。もったいないね。お掃除楽しいのに。お掃除が楽しい？変わっていますのね。こんな雑巾がけなど桜井家では私のすることではありませんし、だいたいこんなことをなぜ私がしないといけないのか。ももかちゃんにもどうやら教育が必要みたいですね。お掃除の楽しさを理解できるようになるまでゆっくりみっちり教えてあげます。お手柔らかにお願いしますわね。掃除については教わったものの、やっぱりなぜ私が雑巾がけをしているのかは。ももかちゃん、お掃除楽しいですね。そうですわね。まあこれはこれで慣れれば面白いのかしら。ねえねえゆかちゃん、今日は何するの？今日も修行です。もちろんではありますが、昨日も今日も明日も修行です。ああ、薪割りする？いい薪あるよ。いい斧もあるよ。薪割りはしませんが、あれはあれで筋肉をつけるという意味ではバカにならないんですよ、本当に。じゃなくって、今日はお寺から出ますからついてきてください。行きますよ。はーい。ここは深い深い不思議の森。迷い込んだ気まぐれ少女の前にうさぎ跳びするナビゲーターが現れて忙しく走り回る。お、いい感じの森。ここは稲葉の国の森だったかな。エメラルドシティはどっちかな。フレアリスの冒険始まり始まり。忙しい、うさぎ跳びで走り回りますよ。ってちょっと。ほら、やめちゃった。ちゃんとウサギ役頼むよ。ナナちゃんの代役だからさ。だからってうさぎ跳びはないでしょう。私たちが出るのは公演じゃなくてライブなんですから、役柄はごちゃ混ぜにしないでください。まあその辺のお話はよく知らないんだけど、ところでこれさ、どこに向かってるの？水の匂いするけど。そうです。近くに流れている川の上流に向かいます。そうなんだ。川っていいよね。ほら、セーヌ川とかもすっごく綺麗でさ。ああ、フランスはパリのセーヌ川。見たことあるんですか？セーヌ川。さすがパリ生まれですね。そうそう、ガイドブックの写真で見るとすっごい綺麗でさ。そういうオチだと思いましたよ。はい、分かってました。
修行でなければまるでハイキングか何かに来たみたいで、この自然を満喫できたんでしょうけど、でも修行ですから、体を鍛え心も鍛え、アイドルとしての技術もつける心技体の教えを。しきくん、捕まえてみて。おいおいフレちゃん、待てよ。ふふふ。あはははは。人の話を聞きなさい。何ですかその一昔前のトレンディードラマ風の小芝居は。ここ砂浜じゃなくて河原ですよ。水辺ならいいわけじゃないでしょ。つい気持ちを抑えられなかったなどと犯人は供述しており、当局ではなおも余罪があるとみて追及中です。現場からは以上です。スタジオにカメラお戻しします。はい、山奥の河原から中継でした。ってこらー、私までつい乗っかっちゃったじゃないですか。やめてくださいよもう。とか言ってさ、真面目なふりして案外好きなんじゃない？こういう楽しい雰囲気のやつ。なあお前さん、白状しちまえば楽になるぞ。田舎のおふくろさんを泣かせるんじゃない。カツ丼食うか。刑事さん、私嘘ついてすみませんでした。ってだから違う。やっぱり好きなんじゃん。自分に素直になりなよ。ちょっとだけ面白いだけです。たまにはこういうのもいいかなって思っただけですから。でもそんな風に遊んでいられるのもここまでですよ。ここまでというと、ここからはどうなるのかな。皆さん、今日は滝行をしますから覚悟してくださいね。滝行？ What？ 行けばわかります。さあ。やるときは真面目にやりきる。それが私ですから。フレデリカさんもシキさんもちゃんとついてきてくださいね。今日までお世話になりました。ライブやりきってきます。はい、師範にも伝えておきます。ありがとうございました。おっす。合宿もあっという間でしたね。楽しかったね。みんなでももかちゃんのお家にお泊まりした時みたいで。ね、京子ちゃん。そうですね。厳しさは段違いでしたけど、でも家族みたいな絆はもっと強くなったと思います。私、家族っていいなって思うんです。どんなことがあっても絶対に守ってくれるし、一緒にいるだけで幸せになれるし。アイドルのお仕事は簡単にはいかないことも多いし、アイドル同士でライバルになることだってあるじゃないですか。そうですね。強敵と書いて友と読むような関係もありますよね。それはそういうのもあるのかな。でもこのユニットは個性も趣味も考え方もバラバラで、それでも同じ目標に向かっている間は一つですよね。一緒にお寺をお掃除したり、ご飯の支度をしたり、走り込みをしたり、筋トレしたり、歌を合わせたり、ダンスを合わせたり。わお、結構いろいろやってた。みんなこの修行の間で同じことをしているうちに、だんだん息が合うようになってきて、
それが嬉しかったんです。先にロケバスに乗ってたしきちゃんとももかちゃんがすでにすやすやしてるところとか、息がぴったりだよね。おっと、そうだったんですね。道理で静かなわけです。で、息がぴったりになった私たちのお披露目をこれからしに行くんだよ。そうですよね。でも私ユニットでのこういう経験ってあんまり多くないから、ちょっとだけドキドキしてます。京子ちゃん、お母さんっていうのはね、誰よりどっしりしてないといけないんですよ。ゆかさん。京子ちゃんはこのユニットのお母さんですから、どっしり構えていつでも笑っていてください。いつでも笑って？得意だもんね、スマイル。はい、もちろんです。すみません。さてと、着きましたよ。私たちの競技場、戦場、晴れ舞台。ここが私たちの。思ってたより広いですね。なんだか緊張しちゃいそう。むになんですか、フレデリカさん。京子ママ、スマイル。はい、わかりましたから、ほっぺたを引っ張らないでください。もうフレデリカさんのせいで張り詰めた空気が台無しですよ。てへぺろ。でもありがとうございます。任せて。では行きましょうか。私たちのライブステージへ。いやー、終わっちゃったね。あたしお腹すいた。もうフレデリカさんとシキさんは我が道を行くというか、本当に天才肌ですわね。感動に浸っている時間もなくって。いやー、浸ったよ。ももかちゃんの半身浴タイムくらいは浸ったと思うな。でもさ、感動ではお腹膨れないんだよね。控室のご飯片付けられちゃう前に食べなきゃな。みんなが食べなくても私は行くけど。確かに始まる前は少し軽めに済ませてましたから、お腹が空きましたね。私も行きます。でも私たちらしいかも。ステージはやりきりましたけど、花より団子ですよね。まあ皆さんが行くというなら仕方ありませんわね。もうちょっとこの感動を味わっていたかったですけれど、ここで見る景色はいつだって一度きりなんですから。ねえねえももかちゃん、ハンバーグとエビフライどっちがいい？言ってるそばからなんですの？食べるなら取っといてあげようかにゃーって。いらない？エビフライの気分ですわ。けれど私も皆さんと行きますわ、一緒に。かわいいかわいい。だからその頭を撫でるのはおよしなさい。プロデューサー様、近くにいるのでしょ。見ていないで助けてくださいまし。
れでは改めましてラ・ロズレのライブ大成功、お疲れ様でした。乾杯。乾杯。にゃー。そんなに勢いよく飲んだら飲み物でお腹いっぱいになっちゃいますよ。今回はプロデューサーさんがこのレストランを貸し切ってくれたということで、存分に食べて飲んで、そして騒いで OK です。ピッツァはいはいはい、どうどうどう。しきちゃん、焼けるまで待とうね。でもさすがに今回はももかちゃんのお宅で打ち上げじゃなかったんですね。まあうちに来ていただくのは問題ありませんけど、神戸まで打ち上げのために帰って終わったら立ってというのは皆さんの負担になるでしょ。確かに言われてみればそうですね。そこまで考えていませんでした。もしかして提案してたんですか？別に場所は重要ではないんですのよ。大切なのはみんなで同じ時間を過ごせることなのですから。ねえ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 、このピッツァ美味しい。すっごく美味しい。焼きたてあげる。はい、ももかちゃん、食べて。すぐ食べて。ほんと、ほっぺた落ちて顔痩せしちゃうよ。その分お腹にお肉がつくかもだけどね。人がちょっとだけいいことを言った時に限ってあなたたちは本当にもうけどいただきますわ。せっかくのご厚意ですし。あれ、なんかそれ真っ赤じゃないですか？あ、ちょっと待って。まったく、ももかちゃんはまだ小さいんだから辛いものとかダメなんですよ。気をつけて。ウェーイ。ゆかパパに怒られた。美味しい料理も味付けが変わるくらい調味料をかけたら食べられない人も出てきちゃうんですから。ウェーイ。京子ママに怒られた。ももかちゃん戻ってきた。大丈夫だった？唇腫れちゃってないです？大丈夫ですわ。けどあなたたち、お食事中はお静かにとまではいかなくともみんなで楽しく食卓を囲みたいですわね。まったく手のかかるお姉様たちなんですから。もう